皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。C プログラムを作る際に if 関数および for 関数はプログラムの流れを制御するためになくてはならないものです。そこで今回は if 関数と for 関数の使い方についてお話しします。前の動画で述べた手順に従ってマイクロソフトビジュアルスタジオを立ち上げてファイルを作り、ここに示すような動画を表示してください。今回私はフォルダ名を Exercise2、ファイル名を if for func10c としています。それでは次の例題に対してプログラムを作成してみましょう。例題。キーボードから繰り返して入力される10個の整数を奇数と偶数ごとに分けて和を求め、これらの値を表示するプログラムを作りなさい。これはプログラムの例です。記述内容に間違いがなければ実行結果は次のようになります。ここでは分かりやすくするため1から10までの整数を順番に入力しています。奇数の和は25、偶数の和は30なので正しい値が出力されています。それでは作成したプログラムの意味を説明します。1行目から3行目までは注釈文です。4行目は標準的な入出力ファイルを読み込むためになくてはならない文でしたね。6行目からメイン関数が始まります。この記述の形式は暗記しましたか？ 8 行目ではキーボードから入力される整数を入力する変数 a、9行目では最大の入力回数 n を定義しています。また10行目では奇数の和を、11行目では偶数の和をそれぞれオッドナム、イーブンナムで定義しています。さらに12行目では繰り返し回数を表す i を定義しています。これらはすべてイント型、すなわち整数型の変数として宣言しています。14行目では n に最大繰り返し回数10を設定しています。15、16行目ではオッドナムとイーブンナムを0に設定しています。これでいよいよ和を求めるための準備が完了しました。17行目からfor関数が始まります。これは同じ作業を繰り返すためのもので、その一般形は次のようになります。これは i を1から n まで、すなわち10まで1ずつ増加させるように指示しています。ここで i++ は i イコール i プラス1の C 言語独特の記述であり、現在の i に1を加えた値を i に入力するように指示しています。for 関数では17行目から25行目までの中括弧でくくられた間の文を繰り返します。中括弧の最初と最後が同じ列に並び、また中にある文は列を下げて書かれているため、繰り返す範囲がすぐにわかります。これが C 言語の記述法の特徴です。18行目は10個の整数を1つずつ入力するように促すための文です。キーボードから入力される値は19行目の scanf S 関数を使って A のアドレス、すなわちアンポサンド A のメモリーに格納されます。ここで %d は入力される A が10進数であることを表しています。
また A の前のアンポサンドはポインター演算子と呼ばれ、変数 A の前にこれをつけることで A の値が格納されているコンピューターメモリーのアドレスを知ることができます。一般的にスキャン FS はスキャン F と書かれます。しかしキーボードから文字列を入力する際、バッファーオーバーランエラーが発生する可能性があります。これは入力された文字列のサイズが事前に確保されているメモリー領域の容量をオーバーしてしまうことです。ビジュアルスタジオはこのエラー対策のためスキャン FS 関数を使うように要求します。これはビジュアルスタジオ2022で前よりも強化されているようです。この問題は文字列入力の時に起こり、数値入力の時には関係ありませんが、今回一律にスキャン FS 関数を使用するように要求されました。口述するようにある文をプログラムの先頭に書けばスキャン F 関数を用いることが可能ですが、ここではビジュアルスタジオの要求に従います。なお、このルールはビジュアルスタジオだけであり、その他のコンパイラーではスキャン F 関数を用いる必要があります。21行目には if 関数が置かれています。A%2 は A の値を2で割った時に余る整数値を表しています。例えば 100%30 イコール10となります。C 言語ではこのような算術演算子を次のように書きます。よってこの if 関数は A を2で割った時の余りが0に等しい時には下の文の処理を行うように指示しています。ここで if 関数では等しいことを表すのにイコールではなくイコールを用いることを覚えてください。また if 文の書式は次のようになります。判定式が真であれば文1を、偽であれば文2を実行します。else 以下は不要であれば省略できます。また文が1つならば中括弧は省略できます。よって21行目から24行目までの文は A を2で割った値に余りがなく0に等しいならば、すなわちA が偶数ならば E 分 num にその値を足し、そうでなければ奇数なので odd num にその値を足すことを意味します。結果として if 文による判定に基づく足し算を for 文内で10回繰り返すことになります。計算が終わると26行目でトータルバリューの文を表示し、27行目で奇数、偶数の和を順に画面上に表示させます。プリント F 関数の内容は理解できますでしょうか。途中に円 n があるので、奇数の和を表示したら改行を行い、偶数の和を表示します。そして最後に29行目でリターン文によりオペレーティングシステムへ整数値0を返し実行を終了します。前述のようにビジュアルスタジオはキーボードから数値や文字列を入力するとき、スキャン F 関数ではなくスキャン FS 関数の使用を要求します。どうしてもスキャン F 関数を使いたければ、プログラムの始めにこの一文を置けば
これが可能になります。ただし私はこの方法を勧めません。先に示したプログラムを少し整理してみました。少しプログラムがコンパクトになっています。それでは両者の違いを説明します。9行目において N、オッドナム、イーブンナムの宣言と初期化を1行で行っています。また17、19行目では計算式を C 言語特有の形で表記しています。これらをまとめて次の図に示します。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画まで。ごきげんよう。